こんにちは。一人で世界一周するニート、レイカです。前回のあらすじ。治安があんまり良くない市場にビビりながら参戦。ワンピースアラバスタ編のモデルになった時計塔を見学。夜は最高の夜景をつまみに、運転手と大揉めした話を愚痴る動画でした。それではジョードプルラストデイ、朝焼けからスタートです。どうぞ。おはようございます。ちょっとシャワー浴びた後だからあれだけど、今朝の7時半ぐらいでちょっと朝焼けを見に来ました。なんか朝から何の音？電車の音で、私の隣のビル、私の部屋の結構30センチぐらい離れてもう建物なんですけど、そこからお祈りの声なんかとか、すごい盛り上がってる声とか朝の5時ぐらいから聞こえて、朝から元気ですね、インドは。朝ごはん食べます。すごい店員さんが一個一個何が入ってるか教えてくれました。ちょっと聞き取れないところ多かったけど美味しそう。卵うまこの国でも火さえ通ってれば安心して食べれる卵、偉大ですね。なんか黄身がね、白っぽい。美味しい。さて、ついにやってきました。丘の上にそびえ立つメヘランガル城ですね。ここはワンピースアラバスタ編に出てくるお城のモデルになったと言われています。メインの iPhone 使って充電がすぐなくなるの怖いので iPhone7 かな使ってます。ちょっと広角が難しいのでカメラ動きますがお付き合いください。No, China。なんかモバイルフォンのビデオとか写真はいいけど、カメラの本体はダメなんで、GoPro は回収されちゃった。後で返してくれるんだけど GoPro ダメでジャパン。あとね、そりゃそうなんだけど、坂がめっちゃ多くて、駐車場から城にたどり着くまでに息が上がるほど坂が多いです。かわいい。かわいい。ポーチとか絶妙に欲しくなるよね。でも毎回国で買っとったらポーチだらけになっちゃうから、ポーチ破産しちゃうから。かわいいかわいい。OK、チケット。なんかチケットがちぎるところが私のやつがなくて、多分カバン出し入れしてる間にどっかで切れちゃったのかなって感じなんだけど、確かにさっき拾っとる人おったわ。あれ私のだったんだ。本当はこの場でギリギリビリビリしないと入れないんだけど、もうお願いってレシート、もう今日買ったからレシート見れば分かるでしょう、お願いって言ったら入れてくれました。優しい。地蔵乗りに使ってたんだって。私も乗ったよ、地蔵。そうそう、こんな感じでした。これではなかったね、さすがですね。屋根付き。中がしっかり見れるように綺麗にはなってるんだけど、めちゃめちゃ暑い。今が10時半ぐらいかな。日中はもっと暑いんだろうね。すごいいろんな乗り物
手段というか、気持ちよかろう。もうくぐるたびに毎回綺麗ですね。街の中にもところどころ大砲があるんだよね。中がすごい。絵を描くときに使ってた筆と、この色はこれを使ってましたよって。すごくない？石とか金はこれは金なのかな。素敵だわ、お花の模様が。屋根ありでピクニックみたいな感じだね。快適なピクニックね。シーシャみたいなやつ。1459年に当時の国のシンボルとして建設されたメヘランガルトリレ。今もマハラジャが所有していて、現在は博物館になっています。ここは王様のお気に入りの部屋の一つ。王様には30人の妃と数十人の妾さんがいたそうです。階段を登って外に出ました。景色がめっちゃいいですね。素敵。もともと高台の上にさらに5階建てぐらいかな建物建ってるから、すごい高くて遠くまで見えます。内装はすごく凝っていて、ステンドグラス、タイル、貝殻を埋め込んだ壁など、インド的っていうよりはね、もうとにかくゴージャスって感じだった。こだわり抜いてるね。こういうののデザインに任命される人ってめちゃめちゃすごい人なんだろうね。その国一番だろうし、もしかしたら海外から依頼されたかもしれんし。すごいなが目がいい、むしろ怖い。ブルーシティが綺麗に見えますね。急にすごくのどか。大砲がいっぱい。景色がいいね。階段を登ってきました。ちょっと偉いね。疲れた。戻ります。疲れました。
旅は若いうちにしろって言うじゃん。それってさ、なんか例えば80歳で亡くなっちゃうんだったら、70歳の時に旅行に行ったら10年分しか思い出持てんけど、20歳の時に行ったら60年、その思い出とともに生きていけるみたいな認識だったじゃんね、レイカ。だけど今日さ、結構はっきりとした理由が分かってさ、めっちゃ疲れるわ。別に若いうちに行かんでもいいかもしれんけど、体力をつけとかんとか、体力を持ち続けとらんといかん。じゃあもう一周するだけで結構疲れたし、このなんか2日間で回りきるっていうのもなかなか疲れるし、体力をつけましょう。品川町や。いやー、ロックパークっぽいですね。めっちゃ蜂おる、怖い。ちょっと静かにしよう。続いてやってきたのはロックパーク。岩だらけの荒れ地の自然生態系を復元するために作られたそう。入る前にね、蜂と危険動物がいるからあっちの方とこっちの方は行くなって言って説明されたんだけど、全然場所よく分かんなくて、緊急連絡先も聞かれたし、係員さんの電話番号も教えてくれたし、なんか今までとは違った種類の怖さがありますね。めっちゃ蜂おる、怖い。足長町なんかめっちゃ蜂が多いスポットがあって、一回引き返したけどまだ5分しか来てないしと思って、もう体勢低くしてダッシュで音を立てないように走り抜けてきました。なんかタイで雨宿りしてたらすごい暗くなっちゃって、人通りのない道を夜通った時と同じぐらい怖かった。この旅で怖かったトップ3、タイの夜道1人、居眠り運転、蜂の大群。メヘランガル砦が見える開けたとこに着いた。砦の反対側はこんな感じです。あんまり植物詳しくないけど、なんかちょっと高い山に生えてそうな感じじゃない？雰囲気があっていいですね。なんか足場がちょっと悪いので画面が揺れるけどごめんなさいね。いや、偉いわ。ほら見て、一人しかすれ違ってない。もう結構歩いてるけど、これサボテンかな？サボテンだよね。サボテンって毎日話しかけるとトゲが取れるらしいよ。なんか一回やったことあるけど、ちょっと1週間ボランティアにとって帰ってきたら枯れとった。よいしょ。いや、ここはインド一静かな場所なんじゃないかと思えてくるね。マップに何分で回れるとかが色別になってて、私は黄色いルートに行くんだけど、合ってる？こっちで、こっちじゃない、こっちがいいの。行きましょう。もうちょっと完全にルートを見失ったんですけど、あっちから声がするのであっちの方に行ってみます。戻れた。これがイエロールートなのかは分からんけど、なんか案内マップに電話番号書いてあったり、直接入るときに何かあったら電話してって指示されたので、怪我したりとかもあるんだろうね。道に迷うもあるんだろうね迷ったもんね、私も。あったー、よかった、黄色い矢印。なんかさっき道見つけたって言った時に逆走しとったみたいで、なんかマップ見る限りひたすら右にしか行かんのに、多分私今左に進んでるなって思って、よかった、早めに気づいて、
ゴールゴールゴール。よかった。鬼閉まっとるやん。でもゴールだよね。内側から開けて入れてやりました。いいよね。もう一回閉めといたんでいいと思います。戻ってきました。楽しかった。よかった、怪我しなくて。なんかいつも軽い登山用みたいな靴履いてるんですけど、結構重たくて疲れるから、普段の街歩きはスリッポンみたいなやつじゃね、すぐ洗っても乾くし。だけどちょっと何度か滑って足をくじいたこともあるので、ちゃんとリサーチせなあかんね、どんな靴で入れるところか。インドのすごいうるさい賑やかなバザールを、さらに小道、ちょっとドキドキしちゃう小道抜けると静かなアートスクールに出ます。美術のことを教えてくれる体験、描けるのかな、体験ができるらしいです。すごい楽しみだな。なんか私がちょっと早く着いちゃって、今お昼ご飯食べてたんで一人で見てるところです。素敵素敵。これって私でも描けるのかしら。今日描きに来たのって言われて、うんって。でアーティストなのって言われて、違う違うってなったんだけど、これって多少っていうかアーティストたしなんでる人が来るとこなのかな。どうしよう、めちゃめちゃへんてこな。色塗りとかだけめっちゃすごい素敵。これは売り物なのかな、趣味かな素敵で、ご飯食べてて、じゃあ座って待ってるねって言ったら、食べるって言われて、今めっちゃまさに食べてるものを大丈夫ですって。優しいね、インドの人は。待ってる間少し休んでいいって聞いたら、隣の部屋に通してくれて、ここで寝てていいよってラグを準備してくれて、高そうなものがいっぱいあるけどいいのかな。Hi. I sleep 10 minutes. Yeah. Thank you. No problem, no No problem. problem. Thank Yeah. you so much. Yeah. After Yeah. picture, Yeah, up to you start. right? Yeah. Me, right? Yeah, painting. I, so, I'm あんまり上手。My hand is not good. No problem, definitely you can go there and do. Okay. Oh, Yesterday you talked with me on phone. Yes. Yeah. Thank you so much. I'm little English. I speak little English. Thank you. So you call me, but I not received the call. Yeah, so yeah. I called back you that Oh. evening yesterday. Thank you so much. 助かりました。ありがと Bye. う。Bye. Take 10 minutes, then Okay. start. Okay, thanks. Okay. Yeah. First of all, what you do, you can take this scale Yeah. and take the measurement of the frame. Measure. Firstly, you take measurement of the frame and make here. Okay. さて始まりましたお絵かき教室。さっき並んでた絵の中から好きなものを選んで、それをフリーハンドで写していくという紙難易度でした。塗り絵くらいかなと思ってたから、私不器用なもんでね、ちょっと絶望しましたね。教室の教えとしては、絵ってどういう風に描いていくんだろうみたいな感じで、枠組み、下書き、本なぞりで細かい線描いて、色は薄い色から全体のせて、縁はちょっと濃くしてねみたいな感じで、絵を描く順番とかポイントを教えてくれる感じで、ベースを見本にはするんだけど、色とか細かなデザインとかは自由になんか自分で考えて描いてみてみたいな
ほとんど下書きとかは枠組みとかは手直しをもらったんですけど、でも楽しかったです。3時間ぐらいかかったかな。で後半1時間はずっと先生からアプローチを受けてました。君すごく綺麗だね、モデルさんなのって、僕は絵を描けるしエンジニアもやってるんだよって、必ず成功するから一緒にインドで一旗あげないかみたいな感じで絵に集中させてもろてって感じでした。はい、完成です。さて浄土プールラストご飯ですね。やっぱここの景色は最高、大好き。それでは空港へ向かいます。ス壊れすぎじゃない？力車壊れてない？ちなみにね、浄土プールはね、出る直前もいろいろあって、ホテル2泊予約済みだったのに今日は満室だからって言われて、旅行会社に問い合わせたら、すぐホテル手配してくれたんだけど、そのホテルまで移動する力車が違うホテルに連れてって、で翌日のタクシーも30分待っても来んくて、来たと思ったら私の名前とか把握してなくて怪しいなと思って、事前清算しとるもんで今日はお金払わんよって言ったら、じゃあいいよって言って去ってった偽ドライバーもいて、本物が来たのは約束から1時間後で、もう飛行機のチェックインまでめっちゃ走ったっていう、もうガバガバな浄土プール旅でした。お疲れ様でした。バラナシはどんな旅になるか楽しみね。念願のガンジス川にも行きますのでお楽しみに。